なんと現行の新型ですよね。こんな感じで、実はプルダウン式の、なかなかこのパターン見たことない。なんかちょっとここおしゃれですよね。そんなに入るんですか、これ。このドアでかいっすもんだって。結構明かり入りますね。キャンピングカー買われて良かったことは、はい、ということで今回はですね、こちらですね、サンライト T68 のオーナーズレビューをね、始めたいと思います。で、今回ですね、早速ですけども、オーナーさんは中で待ってもらってますので、中に入っていきたいと思います。じゃあ早速ですが、お邪魔したいと思います。いいですか、入っちゃって。はい、どうぞ。じゃあお邪魔します。どうぞ。お邪魔します。僕実は入るのは初めてです。初めて。じゃあ今日はすいませんが、突然でよろしくお願いします。もう早速なんですけども、やっぱり中広いっすね。広いね。こうやって見るとだいぶ、僕も同じサンライト乗り始めましたけど、やっぱりちょっと違いますね。作りも違うし、すごい綺麗の白基調なんですね。だよね。内装が、いやすごい、こんな感じです。で今回ですね紹介させていただくこのサンライトの T68 なんですけども、なんとですね現行の新型ですよね。新型の8速のフィアットディカトになっております。基本的なレイアウトは前の T68 と変わらないですもんね。一緒みたいですね。いやこんな感じでちょっとね今日はね、見させていただこうと思います。お願いします。はい、じゃあ早速なんですけども、このリビングのところから見させていただいてもいいですか。はい、どうぞ。前の座席が回るタイプですよね。これね。このデュカト特有のくるっと回る。結構スムーズに回るんですね。なんか僕のやつもっとカクカク。けどね、ぶつかっちゃうの。じゃあちょっとこう移動しながら回すやつですね。ここの実はですねワンちゃん5匹いますよね。今はちょっと2匹のみなんですけど、3匹が外にいますんで。これってここはあんまり普段は使われない感じですか。ここはね、犬たちが座る場所になっちゃってる。なるほど。ワンちゃんゾーンですね。そうですよね。基本的には2人なんで、ここはもう犬の席になっちゃってる感じ。なるほどなるほど。じゃあここはもう基本的にはワンちゃん専用なんですよ。あとそっちも席あるけど、画面を外して。そうですよね。本当ここにありますよね。でもこの使い方ありっすよね。確かに確かに。これいいっすね。座んない感じなんで。その方がでも広く使えていいっすよね。ここ通路もね。はい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 。テーブルが。これ動くんでしたっけ。そう動く。そうなんですね。T68 は動くんですね、これ。はい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 。確かにそれだったらなおさらここない方がいいですよね。これ普段はもうだいたいこれぐらいの位置で固定して。でもいいっすよね。これついてすぐくるって回せばこの形ですもんね。これなんかなかなかいい使い方ですね。でしかもよくこっちはもうほとんど回さないんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。じゃあ逆にそっちは前向いたまんま。ここはもう犬の運転してる時もここに。そうなんですね。じゃあ普段からもあんまり回さず。ここはね。なんか新しい使い方ですね。ここはだから犬の席。なるほど。運転してる時も。ちょっと結構デュカト系取材しましたけど初めてのパターンですね。うちのママはこっちにずっと座って。はい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 。なるほどなるほど。じゃあこれが定位置なんですね。そうなんです。モニターをここにつけたんですね。そう。これもなかなかいないですね。ここにつける方も。これはあれですか。台座は普通の家用のやつですか。そう家用の。なんかああいう置くやつですよね。そう。それをもう穴開けて。もう打って。そうビスで打っちゃって。はい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 。もう固定したんです。床のとこのベニヤをコンパネを足して、はいはいはい。これにもう打っちゃって。なるほど。高さ調節できる。はいはいはい。そういうことですね。これ別にここで固定じゃなくて変えられるんですね。いや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 、これいいっすよね。なかなかこのパターン見たことない。ただテレビ映んないです。ノーチレジ。ネットで YouTube とか。なるほどなるほど。Netflix とか。それしか見ないですね。いやでも十分ですよね。ここ席がないからこそできますよね。席っていうか足の置く場所がないから。あれがついてると多分これができないんで。でこれあれそっちついてるんですよ実は。ここに。そうなんですか。こっちはこっちであるんですか。こっちでテレビです。はい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 。ただ。本当だ。収納されてるんですね。そうなんですよね。ほとんど見ないんで。じゃあでも見ようと思えば一応2画面。見る位置が確かにこっちの方が確かにそうですね。ほとんど使ってないですこっちは。
開かずのテレビですそうね。ガストテレビこれでもすごいですね。そしてこれがおしゃれですね。これなんかこれもちょっとキャンパーっぽい感じですよね。イベントで買ってきて。あ、そうなんですか。これでも本当にアウトドア系の。そうです。あ、なるほど。まああれですもんね。テント張りますもんね。お酒飲むときに。いやもうキャンプの方もめちゃくちゃおしゃれなんで。でこれあれですか、ペットカメラ。あ、そうです。ペットカメラ。やっぱ場所はね固定してないんですよね。そうっすよね。いつも変えないと。どこに置こうかってまだ。毎回ワンちゃんたち行く場所も変わっちゃうし。まあなんとなくじゃあとりあえずここ置いて。電源もなきゃダメなんで。そうっすよね。あれこれちょっと気になったんですけど、この上の棚のところってこんな空洞ってあるんですね。そう棚がないんですよね、そこだけ。ここも本当だそうですね。車はみんなここ棚あるんですけどね。はい。これなんか珍しいですね。ここにこんな置けるスペースがある。なんかちょっとここおしゃれですよね。細いところのこういう小技がさすがっすよね。今ちょっと紹介させていただいたこのリビングのところなんですけども、これ上はベッドですよね。あ、これですか。はい。これはプルダウンですよね。プルダウンです。手動なんですけど、これもほぼ使ってないですね。お二人なんで。そうこんな感じで実はプルダウン式のベッドもついてるので、だから家族が4人とかで出かける人は使うのかもしれないですよね。ちょっとテレビがよく使っちゃうんでね。なんかお客さん来たり、増えた時はそうですよね。すごい。ほぼ使わないです。これなんかあれですね、ワンタッチでカチッと閉まるんですね。閉まる。へえ。前はなんかこれってベルト式でカチッと止めたんですよね。これはなんか上に持ち上げるだけでいいですね。こういう細かいところやっぱ新型は違うんですね。手動なんだけどね。でもなんかでも手動の方が壊れないからこっちの方がいいっていう。前のところはこれはルーフはあれですよね。一応窓。あ、これですか。スカイルーフですよね。これ。はい。ここはそう。あ、結構明かり入りますね。めっちゃ暑いです。これやっぱ暑いですか。暑い。やっぱそうなんですね。結構皆さん聞くと閉めてる方が多い。夏場はきついかもしれないですね。じゃあ本当春先とか冬場ぐらい。今でも暑いから多分真夏はもう開けとけない。そうなんですね。なんかこう断熱材とかをした方がいいのかな。結構でもやられてる方いますね。やっぱ一枚貼ってちょっとこう熱が来ないように。でもこれなんかいいですね。横ちょっと入るんですね。なんか収納スペースが見えちゃうんですけどね。いやでもいいですよね。右に左、しかもそこ照明ついてるんですね。やっぱこういうのって本当使い方が人によって違うんで面白いですね、見てて。気になったんですけど、この辺のボタンはこれは照明とかですか。あ、これ、あ、これはそうですね。ステップと外の照明と中の、そうかそうですよね。ステップと普段は照明はもうこの今ついてるそうです、この感じですよね。ね、ここにメインのスイッチ。やっぱそうですね。個別でこうスイッチになってますよね。どうですか。結構使います。そうなんです。やっぱそうですよね。僕もなんか乗ってみてこういう細いボタンがいっぱいついてて、逆にどこにスイッチがあるかな。毎回どこだっけってなって。そうですよね。なかなかちょっと国産と違いますよね、この辺が。これ綺麗ですね。この照明かっこいいですね。それとこれ2つ。この枠のところとこれですね。上の照明と。でもこれよく見たらこの上もつくんですよ。こういうところも間接照明。なんかやっぱ違いますね、新型だと。なんか間接で棚の中明るくしたり。いやすごい。いいですか、棚の。ちなみに収納棚の中こんな感じになってます。すごい。なんかでもまだ全然余裕ですね。あんま入れるもんないですよ。まだゆとりがあります。なるほど。上にこれがついてるから中が見えるんですね。僕の方のサンライトこっちなんで照明。この中見えないんですよ。なんかここだけ光ってるみたいな。何に使うんだろうこれみたいな。そっち側はどうなってるんですか。こっちも多分なんか光るんだ。なんかでもさっきどっかでやっぱ一緒っすね。ここが光るから中がちゃんと見える。そうなんですよね。いやすごい。全部の棚の中が光るってなかなか新しいですね。すごい。なんかあれですね。基本ワンちゃんグッズですね。5匹いるとね。そうですよね。5匹いるとこうなりますよね。こんな感じで棚の中は照明がついてるということで、ちょっとこれは今まで取材した車の中でも多分初めてかもしれないですね。そうなんですか。棚の中に照明っていうのはあんまり見たことないですね。でもいいですよね。間接と兼用でよく考えてますよね。
これいいですよね。でここにも一応あるんですね、ルーフが。そうですね。これもサンルーフで普通に開くやつですよね。ここははい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 。パカッと開けて。そうですよね。あ、ここ開くだけでもだいぶ光入りますね。こんな感じになっております。まあ暑いっすよ。夏はちょっと閉めとくパターンですね。でもここの位置いいっすね。どうなんだろう。キッチンの真上で。エアコンの位置もね、はい。あ、どこがいいのかな。なるほどなるほど。つかないのかなでも。そうっすよね。家庭用エアコンをつけるとなると、またちょっとスペース的なあれが出てきますよね。いやー、キッチンもいいっすね。なんかおしゃれですね。この辺ちょっとなんかおしゃれなおしゃれな雰囲気出てますね。これは何ですか？これコーヒー。あ、なるほどなるほど。はいはいはい。これを。なるほど。これいいっすね、ちっちゃくて。ちっちゃいですよね。ぴったり。これコンセントじゃないですか。コンセント。どこにあるんですか？こあ、こにコンセント。はい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 。これは12ボルト。あとここにもねコンセント。あ、上にもあるんですね。へえ。あ、すごいですね。あ、じゃあ別にどっちでも行けそうな距離感ですね。あとカメラをつけたらカメラさしたり。ああ、なるほど。ちょうどいい距離ですね、そこだったら。で、こっちが水栓で、このキャップ、これどうしてます？この蓋って。これですか？はい。普段はしてます？普段はしてる。あ、そうかね。これ蓋なんでいいですよね。はい。作業する場所がはい。ここしかないんですよね。ああ、なるほど。あ、じゃあこの蓋がないと意外と。そう。あ、確かにそうですね。こっちも置いてここで火を使うとここしかないんで。いや、いいっすね。意外とでも狭いですよね。いや、なんかうちこれガラスで外しちゃったんですよ。もうなんかカタカタうるさくて。こういう風に開くやつです。そうですそうです。なんか割れそうで怖くて。こういうのいいっすよね。こういうのだったらうちも使いたいですよね。この色もすごいおしゃれ。これ全部なんか下は黒なんですね。そう。壁は白で。結構このガスは使われないですか？ガスほとんど使わないですね。ああ、じゃあ基本的にここのあれはあんま使わず。ほとんど、犬がいるから怖いですよね。料理も結局食べれないんで。はい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 。そうですよね。だからほとんど外で調理して。はいはいはい。外で食べちゃうみたいな。ちょっと今日は紹介できないんですけど、キャンプギアもすごいんでキャンプギアもめちゃくちゃおしゃれなんですよ。でもここは一応あれですね、下は電子レンジにこれ変更されてるんですよね。そうですね。ここは棚だったんですけど。そうですよね。これ上とかって何になってるんですか？上は普通に。あれでもなんかこれ結構深いっすね。深い。結構なんかここの厚さがそうありますね。だから結構いっぱい入りそう。ここがじゃあメインのお箸とかが入ってて、で真ん中が電子レンジ。下は鍋とか。ああ、結構熱いもの系ですね。ケトルとか。小さい。はい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 。でもこれもまだ入りそうですね。まだ入るね。意外とゆとりがすごいですね。でこっちもここ大きいやつが入るんですか？奥行きが結構あるんで。はい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 。ここ大きいですね。逆にね入れても取れないんで。確かにこれ後ろの方過酷っすね。結構距離ありますね。だからめったに使わない。はいはいはい。使わないものしか入れてない。こんな感じで、まあ調理道具とかですね。あれは拍手ですかね。あ、美味しいね。もう見た目であちこちに入ってる。いやでもいいですね。この確かに深さと広さは奥行き感は全然違いますよね。あやっちも入ってる。あ、そうなんですね。はい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 。でもあんまり使わないものこそ。ここでやろうとはしてたんだけど。やっぱ犬がいると怖いですよね。皆さんやっぱよく言われますね。ワンちゃんいるとどうしてもガスとか火が料理が火使いたくないって言いますもんね。いやでもすごいですね。こんなに入るんだったらキャパがやっぱ広いですね。あ、そうですね。だってこの分ですもんね。この分入るわけだからそれは広いですよね。で、そのキッチンの対面側にあるのが冷蔵庫ですよね。で上から行くとさっきのこれがあれですよね。テレビで、メインのあれですよね。スイッチ水とかのあとあれですよね。トルマでここが冷凍庫ですよね。いやいやめっちゃ入ってますね。氷は絶対なんですごい量入ってますね。これちょっとまた後ほど詳しく聞きたいんですけども、まあ一回その交換されてるじゃないですか。実際今はどうですか？今はもう今ここ温度計があるんですけど、はい。この温度計は冷凍庫と上が冷凍庫の温度。あ、9度ってやつですか？マイナス。マイナス9度か。はい。で
真ん中はがい。冷蔵庫、あ3度。これそれ用なんですか？そうそれ用っていうかね、はいこれもだから訳があって、はいはいはい。このそれ何ですか？この中に放り込んでおいて、はい。温度をああはい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 。そうこれが温度、あ、庫内温度なんですね。そうです。これもつけてる人初めて見ましたね。だからこれ理由があって、は納車したらはい冷蔵庫が全然冷えなくて、い。なるほど。それでこれで調べてたんですか？なんでかなっつってそう。なるほど。確かに調これだったら。べて買ってそう突っ込んどいたんですよ。はいはいはい。そんでここで温度見てたら全然冷えないっていうのが分かって、あ、なるほど。そう確かにこんなの正食材を確に出ちゃいます3回ぐらいね。じゃダメにしてるんで、そうなんですね。それからはでも問題ないですか？それで修理は見てもらって東和さんに、はい。そしたらやっぱり本体が不これちなみに今セットフォードじゃないですか。良、で前のもこれ同じ。同じ全く同じ全く同じものなんですね同じものを交換してもらえる。それからはもうそれからはもう全然あちゃんと冷えます。この下の方も問題なく。問題ないです。これも温度計なるほど。心配なんでそしてすごいあれですね。パン。あ、今日はねでも今日はまだいけそうですね。まだこれからみんなこれやりますよね。調味料の。これはこれうちもやりますね。家から持ってきたり、そのままダイレクトインほですよとんど置きっぱなしになっちゃってますね今は。やっぱそうですよね。で爪ですよね。そうですね落ちない爪。この間気づいたという。ありがとうございます。まあこんな感じでやっぱ冷蔵庫、輸入車は結構やっぱ冷蔵庫がいいですよね。パンパンにたくさん入るっていうのが。これちなみに冷蔵庫の下ってどうなってるんですか？ここも収納、あいろんなものが入ってます。そんなに入るんですか、はいこれ？あ、これはすごい。今もガシャガシャ詰め込んでるんだけど。いやすごいすごい、これこんなに奥行きが。これはないっすね。こんなにあるんですね。これ便利っすね。カツラ。そうですね。いやお菓子でもこれがリアルですよね。そうそうそう。これがキャンピングカーのリアルな使い方なんです突っね。込んだけど。やっぱでも家具はみんな黒いんですね。そうこっち側はこんな感じで見させていただいております。すごいですね。家具はみんな黒、かっこいい。ここにも収納があるね。どこですか？これね。ああ、はい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 。これ下って物入るんですか？これ物入ります。こっち半分がはい。ヒーターの装置が入ってるあんだけ、ど、本当だ。これすごいですね。そうここで仕切られてて、はいはいはい。手前を使えるんボイラーの、ですね。ボイラーのスイッチ。はい。あ、それがここにあるんですか？そうなんです。あ、本当だ奥に本当だ。あれですよね。凍結防止。そうですよね。出すやつですよね。はいカチッてやって。でこれ右側も同じですか？こっちは靴入れてるんですけど、あ、下駄箱普通に入るんですね。入ります。これ輸入車であんまり見ないですね。下駄箱として使えますね。そう使えるの。輸入車って絶対みんな下駄箱なくてこれしかないですよね。あこれの一点張りになっでちゃうんですけど。みんなバックして、そう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 。立てかけるんですよ、靴を。ここは靴結構入りますよね。これならいいっすね。めっちゃ入りそう。まだまだ入りそう。これはいい。やっぱ違うんですね。こうやって見ると。でこれちょっと今飛ばしちゃってたんですけども、電気関係っていうのはこれ今ボトロニックのメーターと、これインバーターインですよね。バーターですね。このインバーターはあれですかね。オンリーワンスタイルの3000のインバーターですかね。そうですね。3000の。そうですよね。でボトロニックとでこれ電気って今どうなってるんですか？今こっちにはい200アンペアか200のバッテリーが座席のはいとこに入ってるのかな。はいこれ100を200にしてもらって、はい。それリチウム。メインの照明リチウムです。はいまあ照明とか12ボルト系はい。のものはこっちで。12ボルトオンリーの、そうですね。200のリチウムですね。後ろの底のはい中にはい。リチウムの400ああはい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 がが1個入ってますね。でそれはもう100ボルト専用回路、そうですね。やっぱちょっとあれですね。サンライトのこの特有なシステムですよね。そうなんですよね。これあんまりねいいのか悪いのか。そうなんですよね。アドリア系であんま聞かないあそうなんですかデスレフとサンライトがへーこの形式多いんですよね。でもこれはまあ僕もこの同じものを使ってます同じシステムですけど、まあ切り分けできてるんではいなんか使いやすさはあるんですよね。そうですね。エアコンにこう全振りできるっていうかそうですね。照明は最悪、はい照明だけがついたりとか。そうですよね。やっぱりここがね新型も同じ設計のようです。じゃあちょっとこのまま後ろ行ってもいいですか？はい。
はい、そうしましたら、今ね僕が立ってたのはこのキッチンのところなんですけども、この車ですね 7.5 メーターありますので後ろもあります。こんな感じで、広いですよね。やっぱりここはやっぱ広さ違いますね。後ろドーンですもんね。なんかねこの、はい、これが良くて、この後ろのベッドの、そうなんですよね。いやすごいっすね。これで長い車、あと犬がはい、5匹いるのと、これであれですもんね。基本的には、夫婦2人プラスワンちゃんたちという感じですかね。そうです。全員ここでいやすごいですね。あの照明とかもでもいいっすよね。おしゃれっすよね。サンライトのあれも今のサンライトだなっていう感じの。でこれ上も棚がついてて、こんな感じでまた明かりがちゃんと、本当だ、すごいっすね。すごいっすね。これめっちゃ便利っすね。ちゃんと間接じゃなくて中もそうなんですよ。明るくなってるんですよね。でこれ横もそうっすもんね。全部照明が、いやこれは賢いしおしゃれ。ここも照明ですね。はい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 。個別のスポットライトみたいな。そうです。これってなんか携帯とか充電する時のここにね、USB のついてるんですか。ついてます。この裏に。さすがですね。完璧ですね。気づかなかったんですけど、最近気づいたんです。そうなんですか。ここにあるじゃないかと。すごい。でも実際はここにコンセント引っ張ってきて、はい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 。そこでも一応できるんですね。でこれちょっとさっきエアコンが実は上にくっついてますんで、ルーフエアコンがここに。これも寝る時ほんと直下っすね。そうなんですよ。風はこっちも出るんですけど、こっちはもう止めちゃって、手前側オンリーで。いやこれは確かに効きますね。寝室にはもう寒いぐらいいけそうですね。そうなんですよ。ただ電気が食う。ですね。これ200ボルトのアベンタですもんね。取るまで。もう効きはいいんですけど、もう電力消費電気が全然持たないですね。ちなみになんですけど、ここにつけてるじゃないですか。で今こっち側のリビングまで届きます。届きます。じゃあやっぱ風強いんですね。風はね来ます。ただまだ真夏を経験してないんで。そうですね。納車されたのが去年の冬ですもんね。そうですもんね。月末なんで年末。確かにじゃあこれからそうなんですよ。でもこれだけそれだけ風が出れば届きそうですよね。すごい出ますね。結構サンライト系とかデスレフ系はあれが主流です。今でも200が主流になってる。ここにつかなかったのかなっていう気がするんですけど、確かにちょっと自分わかんないんですけど、確かにいけそうですよね。でもちょっとあれですかね、窓でかいか。なんか幅がね、確かにでかいかもしれないですね。でこれちょっともう飛ばしちゃってたんですけど、この真ん中のところはこれシャワー室ですね。これですね。そうです。ここがシャワー室ということで。普段はもう洋服かけて。いやこれでもなんか基本ですよね。そうです。これがいいんですよね。ラックがハンガーラックみたいなのがついてるから余計にこれ使いますよね。でこのまんま洋服と使いながら、でもシャワーパンはついてますもんね。ついてます。そのままシャワー使えるんですよね。いいっすね。スノコはもう加工しちゃって棚にしちゃってます。これ純正のスノコス。これここにはまってたやつ。荷物置き用にこれを利用して棚にしちゃって。なるほど。ちょうどいいのがあると。そうなんですよね。確かにサイズぴったりですもんね。これ賢いですよね。確かにそうですね。サイズ同じですもんね。まだシャワーは今日使うかもしれないです。デビュー戦ですか。今日デビューする。シャワーデビュー戦ですね。使うときは荷物をどかして。そうですよね。これはパーテーションがそうですよね。ついてて、で同じようにこっち側のパーテーションが来るんですよね。ここで密閉されてみたいな独立シャワーですね。でこっちはトイレですね。こっちトイレですね。なんかでもやっぱ広いですね。こっちのトイレやっぱ独立なんで。そうですね。で棚が下にも左にもついて、でこれ実際ちょっと気になったんですけど、ワンちゃんたちのトイレってどこにしてます？犬たちのトイレは、普段はもうそこの真ん中にペットシート敷いて、ここですね。結構させるようにしてます。ワンちゃんのペットシートをこのシャワー室に敷く方も多いですよね。そうなんですか。ちょうどなんか防水パンだからちょうどいいみたいな、結構いらっしゃるんですよね。そうですね。うちは荷物置きになっちゃってますね。これってもしかして閉まるんですか？これは閉まっちゃいます。
あ、すごい。これ閉まるってことは寝る時とか密閉できますね。密閉できますね。あ、じゃあ全然冷えそうっすね。これ扉になるのいいっすよね。こういう感じで寝室がちゃんと独立というか区切れるので、すごいね、プライバシーも守れて、なおかつあちらのねエアコンが直なんで逃げないという。それ何ですか？ここに床下のなんか今出てきたんですけど、これ何ですか？床下収納があるんですよね。多少のストック。いやいや、これ結構入ってますよ。そう結構入るじゃないですか。そうなんですよ。こんなスペースあるんですね。床下収納。床が上がってる分、はい、そうですよね。あ、この部分ってことですよね。あ、なるほどなるほど。段差分。でもこれなんかヒーターの間口結構多いですね。そうですか。この FF というかの。あ、そうですね。ガスのヒーター口が。この中にもトイレの脇にもあるんですね。一箇所。そうですよね。ここに一箇所と。はい。結構ありますよね。これちなみにベッドのこの下のこれって扉なんですか？ここですか。ここはあれバッテリーとかが入ってる。あ、ここに入ってるんですね。なるほど。あ、でも見やすくていいですね。逆にこれだったら。あ、本当だ。あ、インバーター僕のと全く一緒っすね。あ、てか全部一緒っすね。やっぱりビクトルですね。あ、そう。同じ充電器で同じ。バッテリーもまだ増やせるんじゃないですかね。いや、これ全然いけますよ。はい。全然奥空いてるし。整理すればね。もう一個入れたら800ですか。そうですね。もう一箱入れれば。どうなるかですね。今年の夏。はいはいはい。でこれ扉を2つ。こっちも。でも犬のものですね。まあそうなりますよね。犬たちのおむつと。でもここも結構入りますね。ここもめっちゃ入りますね。あ、結構一個一個でかいっすね。やっぱり収納が。いや、すごい。収納は十分な気がしますね。はい。これベッドはこれ引けるやつですか？あ、ここやっぱそうですよね。これ引きます。そこまでできたら結構広いですね。でも普段はあんまり使わない。普段は使わないですね。ああ、もう普通に階段として。へえ。いや、すごい。多分こちらがメインベッドということなので、結構ね後ろはやっぱ広くゆったり使えるスペースなのかなと思います。はい、ということで今ですね外の方に来たんですけども、ちょっとね外装の方もね、見させていただこうかなと思っております。でこれ一番いいのはまずここ顔面黒ですよね。そうですね。黒いんですよ、ボディカラーが。なかなかこれはないんでおしゃれでいいですよね。で新型だとこのグリルがちょっと違うんですよね。そうですね。フィアットってこう書いてあって穴開きのグリルになってて、でこれ厳密に言えばアドベンチャーっていうグレードなんですよね。 T68 の。見づらいですよね。でこれがついてるとこの横のこれですよね。オーニングとサイクルキャリアが標準。標準。これでもいいっすよね。黒いやつかっこいいっすよね。これおしゃれ。長いですよね。でしかもこのなんかこの色とサンライトのこのロゴが合ってますよね。本当これっぽい感じに作られててかっこいいです。いいっすよね。この組み合わせ本当にいいです。でサンライトはこの壁面のパネルがアルミパネルなんで、国産のねキャブコンのクレアとかあれと一緒の作りになってます。これちなみにここって一瞬見てもいいですか？いいですよ。すっごいでかいですよね。横に広い。広大。キャンプ道具だらけ。すごいっすね。これはまたここにもあるんですね。冷蔵庫が。冷蔵庫あります。お酒しか入ってないです。これでも本当こういうなんかボックスを見るとキャンパーって感じしますよね。ああいうなんかしまうところがさすがですね。昔からの。あ、やっぱこれはじゃあそのまま乗せ替えて新しく買ったというよりかは昔から使ってるやつを。いやすごいなこれ。めっちゃ入る。ここで2人ぐらい寝れそうですね。寝れますよ。ありがとう。サップも積んで。あ、そうっすよね。自転車も2台積んで。これチャリ積んでるんですか？チャリ、今日は下ろしてきたんですけど。いつもここに。自転車も積める。全部積めます。あ、もうキャリアを使わずこの中に入れるってことですね。いやいいっすね。こんだけでかければ何でも入りますね。このドアでかいっすもんだって扉が。ここはガスですか？そこはガスが2本。これガス室ですね。あ、縦にこう入るやつですよね。でこっち側がキャリア。いいっすよね。この色かっこいいっすよね。まだ使ってないです。未使用ですね。未使用のサイクルキャリア。これめちゃくちゃかっこいい。ただ全長が
長くなった車検証で 7.7 とかに書かれちゃってるんです。この分だけやっぱ追加されちゃうんですそうなんでね。すよね。ボディは 7.4 いくつです。じゃあここまでは 7.5 ってことですね。でこれでは 7.7 い、なるほど。車検証上はなっちゃう。いやでもこれかっこいいっすよね。そしてねこのテールもね新型のサンライトはこのテールなんですよね。もうすごい最新の先進的な形しております。これかっこいいっすよね。であれが水ですよね。水タンクのところと、あとはこれはボイラーですよね。ボイラーですね。これ結構開閉するんですね。そうですね。これもう一段階。はい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 。で上まで行って下げるタイプってことですね。全部この形になっております。いやでもこのねボディがねこの黒でラメっていうのがかっこいいですね。でそれに合うようなこう横のデザインになってる。おしゃれ。いいっすね。でもなんかもう特にやる必要ないっすよね。これで出来上がってますよね。こんな感じで。かっこいいね、黒が。はい、こんな感じです。黒が好きなんで。もうそもそも出来上がってるという。なので逆に言えばあんまりオプション入れずにってことですよね。外に関しては。外はオプションほとんどもうそうですよね。という意味ではある種お得。あれこれなんですか。これ外根か。これですね。そうですよね。外根ですよね。外根ですね。そうですよね。これは一緒。ちなみにですねこのエントランスドアも新型からこの窓がここついてまして、それプラスこんなちょっと収納が1箇所といいですね2箇所ついてますので、これ何なんですかね。挟むんですかねこれ。でもそんな感じですよね。そんな感じですよね。ちょっとストロークが足んないですね。でもこんな感じで新型はねやっぱ扉も違います。綺麗でおしゃれ。うちもこれが良かったな。はい、なのでこのモデルであればこのオーニングだとか先ほどのサイクルキャリアはもう標準オプションでついてますのですごいねお買い得な車なんじゃないかなと思います。はい、すいません外装もありがとうございます。ちょっとそしたらね中の方に戻っていきたいと思います。はい、ということでちょっといろいろと見させていただきありがとうございました。ありがとうございます。で最後ですねちょっと皆さんにお伺いしてるんですけども、ちょっとこのキャンピングカーを通して良かったなっていうところと、ちょっとここ残念だったなっていうところと、あとなんかちょっとトラブルとかもしあれば教えていただきたいなと思ってて、まず最初にこの今乗られてるキャンピング、これ2台目じゃないですか。実は前回乗っておられましてナッツさんの、クレアですよね。であれからの乗り換えじゃないですか。で実際どうですか乗り換えられてもう半年近く経って前の車と比べてやっぱこうなんかちょっと違うなとかって。一番違うのは、広さもそうなんですけど、運転がしやすいです。とにかくしやすい方ですね。やっぱじゃあ結構皆さんこの幅とか長さを気にされますけど。それは全然気にならないですけど。そうなんですか。ただ本当高速道路とか長距離運転もうめちゃくちゃ楽です。じゃあ乗り換えてみてそこが一番。もう全然楽です。これはなかなか皆さん乗り換える時ハードルがどうしても長さと幅、皆さんやっぱ言われるんで、そこは意外とあんま気にならずに。いろいろ仕事でも大きいの乗ってるんで。なるほどなるほど。普段から乗られてるから。大きさ枠じゃないんですけど。で運転のしやすさもやっぱ違います。全然違います。やっぱこの揺れないですね。そうですよね。で結構この高さがやっぱあって、見やすさも違うって言いますもんね。じゃあ乗り換えられてみてまずその辺はすごい良かった点というか、で逆にこのキャンピングカーを通してなんかちょっとこう自分の思ってたと違うなみたいなとか、ちょっとこうなんかデメリットというかここなんか不便だなとかそういうのって感じたことってありますか。このキャンピングカーですか。このキャンピングカーでも大丈夫です。このキャンピングカーで不便なところか、やっぱ長さがあるから、やっぱ観光地とか行っても止める時そうですね。やっぱそうですね。駐車場は1個駐車場問題。そうですよね。そこだけは、そうですね。大きくなって乗りやすくなっても、そこだけは変わらないですからね。事前に調べて止めれるかどうかを。今までで諦めることもあるんですけど。なるほどなるほど。今までは結構行けないっていうところはなかったかな、クレアでは。やっぱそうですよね。なんとか置けたんで。国産のキャブコンのいいところってそこですよね。普通車サイズであればどこでも大体入れる。だからうちも写真
よく取り行ったりするんですけど、そういう場所もクレアの時はどこでも行けましたね。で逆にやっぱ調べないでもそうですよね、どこでも行けましたね。とりあえず行っちゃえばなんとかなるみたいな、もうでもこれに乗り換えたらそれはもうできないんで、事前に調べて。じゃあ結構今までも、乗られてる中でここ入れないなみたいなところもありました？ありました。あるんですね。なんか僕のイメージだとどこでも行かれてる。諦めたところもあります。でも結構攻めますよね。結構攻める。ちょっとね概要欄にね、インスタグラムのリンク貼ってあるんですけどもちょっとゴリさんのねすごい攻められてるいつもここ入れるんだっていうところを結構行かれてますんで、それでもそういうとこやっぱあるんですね。そうですね。じゃあやっぱりそこが一番ちょっと乗り換えたっていうか、このキャンピングカーでの唯一の長さだけデメリットというか、苦戦してるところですかね。で逆にその走行面以外でこう乗り換えてみてすごい良かった点とかって何かありますか？この車に乗り換えて、やっぱり犬たちが5匹いるんで、こう面積があるんで自由自在に走って、確かにこれだけ広ければ走り回れますからね。そうなんです。クレアの時はもう、結構きつかったですね、通路だけなんで。行ったり来たりするのにも犬たちはちょっとストレスだったかもしれないですね。ちなみにそもそもそのクレアも含めてなんですけど、キャンピングカーやっぱ買おうと思った理由とかって何かあるんですか？キャンピングカー買おうと理由はうちのママがキャンピングカー欲しいって言って、どっちかっていうとそっちなんですね。自分はそういうのまるっきり興味なくて、そうなんですか。むしろキャンプばっかやってて、そうですよね。もうまさかキャンピングカーっていう発想はなかったんですけど、もともとキャンプは結構やられてるじゃないですか。でその中でやっててもキャンピングカーっていう選択肢はあんまりなかったんですか？なかったです。へえ、それ面白いですね。じゃあもう本当に奥さんの方でむしろテント張ってキャンプやりたい派なんで。なるほど。邪道じゃないですけど、そんなに気にしたことはなかったっていう。そうです。キャンピングカーを買うとは思ってなかったですね。そうなんですよ。なんかちょっと意外です。なんかもともとキャンプが好きだからそこからの派生かなと思ってたんですけど。全然です。でそれで最初のそうですね。コロナ禍の時にキャンピングカーで旅行とかも行けなかったじゃないですか。そうですね。キャンピングカーを買おうかってなって買ったみたいな。もうじゃあ結構勢いじゃないですけど、今だみたいな。検討する余地もないですね。じゃああんまりなんかいっぱい探したっていうよりかは、もう本当フィーリングというか。家から一番近い夏さん見に行って。なるほど。何も見ないでその日に決めたみたいな。結構効率重視ですね。本当に。そうなんですね。でそこから1年2年ぐらいですか？そうですね。2年乗って車検の前に乗り換えちゃおうか。それなんかやっぱ中古車市場が値段上がっちゃってて、買い取りがすごいいいって聞いてたんで、売却価格が。それで犬たちも多いので大きいのにしちゃおうかなっていう。やっぱじゃあそれはうすうすなんか感じてはいたというか、車検を機に。そうだったんですね。じゃあもともとなんかこうどっかタイミングが合えばみたいな。そうですね。でちょうど売却がバッと上がったタイミングで。そのタイミングで。本当買った時の値段と同じかちょっとプラスぐらいで。クレアの時ですか？すごいですね。すごいですよね。でもこの話実はよく最近聞く話なんですよね。買った時に近い値段とか、それぐらい今キャブコン市場が上がってるっていうか。でそこからじゃあ輸入車に乗ろうかみたいな、大きさというですかね。どっちかっていうと大きさがもう大きい車だと輸入車そうですよね。種類がやっぱちょっと限られちゃいますもんね。ナッツさんだと何年待ちですかね。5年待ちとか3年待ちか5年待ちかとか言われて。納車が。この車はどうだったんですか？この車は東和さんもううちからすぐなんで。これ納車どれぐらいだったんですか？これはね半年ぐらいですね。新車でも半年。もうこのカスタマイズっていうかもうオプションも入れて。オプション。最初東和さん見に行った時はオプションついてない状態。輸入されてきた状態で展示してあって。その展示車見てもうこれでいいって。もうそれも即決で。そうですね。大きさと色と。そうなんですね。そうなんですね。他に選択肢はあったんですけど、やっぱ家から遠かったり、そのビルダーさんの結構でもそこ重要ですよね。割と近い方がやっぱ何かあった時に近いところがやっぱいいかなと思ってナッツさんか東和さんに絞ってたんですけどね。そうなんですね。でたまたま東和さんで7メートルクラスの車が置いてるっ
聞いて見に行って、とりあえず一回見て、すぐ買ってしまったと。もうなんかこれ1台しかこの営業所にないって言われて、ああ、じゃあもう本当たまたま。そうですね。もうこれはもう抑えるしかないなと。そうなんですね。結構じゃあ綿密に調べたというよりかは、もう一旦見つけたから見に行ってみたいな。それでもうそうなんですね。色と黒い色とね。確かにこれ見た目かっこいいんですよね。なかなかちょっとないパターンというか。それでもう決めちゃいました。そうなんですね。ちょっともう一個聞きたいことあったんですけど、トラブルのところでちょっと輸入車乗られてる方って、その車のトラブルもそうですし、設備トラブルみたいな、それって今まで乗られてどうですか？クレアの時はほぼなかったですね、トラブルは。やっぱそうですよね。ほぼないですね。車はやっぱ一番は冷蔵庫。これですよね、さっきの冷蔵庫の。それはもう製品の不具合でまるっきり交換してもらいましたね。でもこれだけですか、逆に言うと。そうですね。あとはあれですかね、ステップが戻らなくなって、バッテリー問題みたいな。バッテリーが切れちゃって、2日間ぐらい使ってて、こっちのバッテリーが切れちゃったんですね。それで切れちゃったら何もここのスイッチが入らなくなっちゃうんですよね、これが。メインスイッチですよね。でなくなったから走行充電しようと思ってエンジンかけたんですけど、これが復旧しなかったんですよ。もう完全に落ちちゃってってことですね。そしたらもうステップが上がらないんです。でどうにもなんなくて下潜ってステップをばらして縛って引っ込めて強制ですね。それで帰ってきて、それ結構一番でも大きいトラブルかもしれないですね。それで帰ってきて100ボルトにコンセントを入れたらパチッとこれが復旧したんですよ。主電源ですね。走行充電ではいくらやっても復旧しなかったんですけど、外コンで入ったってことですね。そうです。でそれで一回直して、バッテリーも変えたってことですね。バッテリーを追加してもらって、100から200みたいな。そうですね。ただこれが落ちて同じ状態になった時にまた同じようになっちゃう、同じようになる可能性もあるんで、そうですよね。そこだけなんかちょっとまだ検証のしようがないんですけど、それは確かにちょっと怖いですね。だから絶対ポータブル電源はそうですよね。ポタ電があれば。それ以外は不具合はそれぐらいですかね。ちょっと今多いのは車のトラブルってどうですか？車のトラブルは今のところないです。なんかそのチェックランプがついたとか。チェックランプ、アドブルーのチェックランプ。あとはないですね。アラームも。そうなんですね。じゃあ車は全然ミッションとかも特にまだ大丈夫ですね。半年ですもんね。すごくもう見ての通りかなり綺麗な車なんで。わかりました。じゃあすいません。じゃあ本当にこれが最後の質問だったんですけども、トータルしてこのクレアも含めてサンライトも含めてキャンピングカー買われて実際なんかこう変わったことというか良かったこととか何かありますかね？変わったことですか。良かったことは予定しなくてもやっぱり思い立ったらすぐ出かけられたりできるところですかね。うちは犬もいるんで、犬たちを連れて宿を予約してってなると大変ですもんね。前々から予定立てないとダメなので、キャンピングカーはやっぱりちょっと時間があればすぐ夜出かけることができるし、そういうところがやっぱりいいのかな、犬たちがいる家には。そうですよね。もう5匹泊まれるとこ探すのって結構大変ですもんね。もううちはもう子供たちもいない、そうですよね。もう大きくなっちゃって大人2人とっていう出かけないんで、優先はやっぱりワンちゃんたちだけなんで。そうですよね。じゃあ結構じゃあワンちゃんのためっていうか。そうですね。仕事終わったらすぐに今日はどこ行くか、そんな感じで適当に予定立てて出かけてますけど。じゃあやっぱそれが一番良かったところというか、生活が変わるところですよね。じゃあ結構トータル的に購入して良かったっていうかはどうですかね。金額もやっぱ結構高いものだと思うんですけど、それも含めて購入して。絶対良かったですよ。そうなんですね。自分はだから買うとは思ってなかったんですけど、今おっしゃってましたもんね。それでもやっぱり買って本当良かったと思いますよ。そうなんですね。これでも結構貴重なお話かなと思いますんで、こう知り合いも増えて、今までね出会えなかった仲間とも出会えたり、新しい出会いもできるし、絶対良かったと思いますけどね。買って後悔は絶対ないと思います。わかります。今のすごいありがたいお言葉、なかなかねやっぱちょっとオーナーに勇気がいると思うんですけど。そうなんですよ。やっぱ高いし使うかどうかとか
皆さんやっぱ欲しいけど悩むんですよね。使うかどうかっていうのが最初にやっぱあるじゃないですか。そんなに出かけるかなっていうのがあるんですけど、買ったらもう毎週のように出かけますから安心して使えるってことですね。時間があればもう毎週。ありがとうございます。なんかもういろいろと話聞けてよかったです。すいません、今日はなんかちょっとバタバタといろいろと見させていただきありがとうございました。ぜひですね、皆さん概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。はい、ということで今回のですね、このオーナーズレビューの動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。